そうって言います。今20歳で文化服装学院のスタイリスト科に通っています。一応パンクなんですけど、90s とか 80s のパンクファッションっていうよりかは、どちらかというと最近のヒップホップのカルチャーも取り入れた現代風のパンクスのスタイルです。特に何も考えてはいなくて、朝シャワー浴びるんですけど、それでシャワー出た時の第一に感じる気温でいつもなんとなく決めて学校に行ってます。好きなブランドはアンダーカバーとナンバーナインのアーカイブが好きです。最近だとインポートでリック・オーエンスとかアレキサンダー・マック・イーンとかが好きです。好きな系統はパンクロックをベースにしたファッションスタイルが結構好きです。自分がまだ16、17の時にインスタグラムが流行りだして、結構みんな普通の生活だったりそういうのを投稿している人が多いんですけど、僕の同じ高校にその洋服を上げていいねとかフォロワーが多かったり、そういった子がいたんですけど、それを見てこういう SNS の使い方があるんだと思って、その時はすごい新しいなと思っていたので、自分もちょっとそれをやりたいなと思って、そこから少しずつ服が好きになりました。セレクト古着屋さんでショップスタッフをやっています。あとバイイングマネージメントをして売り買いも少しやらせていただいてます。使ってる財布はクロムハーツです。クロムハーツマガジンっていう平成の頃に出版されていたマガジンがあるんですけど、高校生の時に読んですごいクロムハーツかっこいいなと思って、お金に余裕ができる年になったらクロムハーツの財布を使いたいなって思っていたので、そうしました。このルイスレザーのライトニングライダースジャケットです。昨年の秋に原宿のルイスレザーの本店で購入したんですけど、今年の1月に成人式があったので、その祝いで自分の貯金と親が少し出してくれて、すごい高かったんですけどずっと欲しかったので買いました。アレキサンダー・マック・イーンのアーカイブと SNS でまだちょっと有名じゃないんですけど、エンジェル333っていうブランドを注目しています。キャットストリートにあるブルートマトっていう美容院に通ってます。ブランドと音楽を探すことです。神との対話っていう小説を読んでいて、何部にも分かれているんですけど、全冊持っていて何週も読むようにしている本です。 2K ベイビーとマシュメロさんの Like This っていう曲です。高校生の時から将来はその自分の好きなことでやっていきたいなって思っていたので、その時に出会った洋服、そこからどんどん好きになっていって、文化服装学院の存在を知って、で母親も文化服装学院を卒業しているので、その影響もあります。来年の3月に卒業なんですけど、それまでにリメイクブランドを立ち上げるのが目標です。
同じ共通の趣味を持ってる友達がすごい多いので、人脈を広げられるっていうところと、先生がやっぱりその知識だったりカルチャーとかすごい知っているので、授業外でもそういうものを教えていただける環境がいいと思います。将来自分のやりたいこと全てを両立してこなしたいなと思っていて、その中でスタイリングというものは絶対に必要な技術であるなと自分の中で思ったので、在学中に学びたいなと思い進級しました。カメラだったりカラーコーディネートだったり、その色彩だったりスタイリングする上で見る人にどうすればよく見られるかとか、どう撮影すれば綺麗に映るかとか、そういったコーディネート以外のもの分野も学べることができるので、そういった点はすごくいいなと思います。学校から支給されるものもプリントとかあるんですけど、何か作るって言った時に結構素材とか布だとか結構いろいろかかるので、合わせると年間でだいたい3万とかだと思います。基本外にいます。音楽とかファッションとかアートとか、そういった芸術の分野に入るものにすごく影響されていて、音楽でしたら70年代のパンクムーブメントとか、アートとかだったら画家とか、あと詩人とかが好きで、詩人でしたらシェイクスピア、結構有名なんですけど、彼の言葉に影響されたりとか、ものが生み出す何かに結構影響されているところはあります。タイミングが合えば海外に行ってファッションを学びたいなと思っています。将来の夢はデザイナーとスタイリストとモデルの3つをこなせるようになりたいなと思っております。昔に比べてファッションシーンは結構遅れてるというか、自分の先輩方の代の方がファッションをしていたかなってちょっと思うので、それに負けないぐらいもう自分を主張してバチバチにかましてほしいなと思います。カレーが好きです。モデルの仕事だったりスナップを撮影していただける機会があったらいいなと思うので、使っていただきたいです。